こんにちは。山のランキング動画第5弾。今回は紅葉登山におすすめな日帰りで登れる山4選関東編です。登山道の詳細はそれぞれの山の Vlog を参考にしてもらえると嬉しいですと言いたいところですが、実はまだ何にも編集できてないので、今後でき次第リンクを概要欄に貼っていきます。今回こんな感じですいません。2025年の紅葉時期がそろそろ始まっちゃうなということで、取り急ぎおすすめを4つ言いたい。そういう動画です。紅葉登山におすすめの関東の山一つ目は、群馬県と新潟県の県境にある百名山谷川岳です。山頂に近い部分は早めに色づき始めるので、10月上旬あたりがピーク。中腹のロープウェイ沿いは10月中旬から下旬が紅葉の見頃と言われてます。標高差が大きいので、紅葉の進み具合にズレがあって、比較的長い期間紅葉を楽しめます。登山道はよく整備されてますが、高低差が大きいので、ある程度体力が必要なのと、途中鎖場があるので足元に注意が必要です。ルートは複数ありますが、初めてならロープウェイを使って登るのが体力温存できるのでおすすめです。ただし、紅葉時期は登山者ではない一般の観光客の方もたくさん来られるので、特に土日祝はロープウェイの混雑具合に要注意です。山頂からは山肌がカラフルに染まった谷川連峰や、遠くは尾瀬や浅間山まで一望できます。タイミングよく上の方だけ雪が降れば三段紅葉に出会えることもあります。東京から新幹線を使えば全泊や後泊が必要ありません。明日天気良さそう、どっかいい山ないかなというような場合でもすぐに計画を実行できるのも魅力です。紅葉登山におすすめの関東の山2つ目は栃木県にある百名山那須岳です。紅葉の見頃は10月上旬から中旬にかけてです。ゴツゴツした火山の感じとキラキラの紅葉が組み合わさって景色に変化があって面白いです。たくさん歩いて紅葉をたっぷり満喫したい方は旭岳、三本槍岳、茶臼岳と縦走するのがおすすめです。景色のいい稜線歩きが楽しめます。紅葉の山並みが幾重にも重なる様子がとっても美しいです。途中岩場がありますが丈夫な鎖で整備されてます。風が強いので服装などで風対策は必須です。ひょうたん池のリフレクションは人気スポットですが、ここは朝一だと逆光になるので、あえて一番最後に行ってみたら光の具合が完璧でした。茶臼岳と紅葉のコラボが綺麗すぎます。夕方は全然人がいなくてゆっくりできました。時間が限られている方や気軽に登山したい方はロープウェイを使うのもいいと思います。ロープウェイを降りるとそこはもう9合目なので山頂はすぐそこです。私は朝5時に現地に到着しましたが、もう秋の那須岳はとにかく大人気で、登山口からだいぶ遠い場所に駐車して歩くことになりました。そういうのも含めて想像以上に歩いた日でしたが、疲れが吹き飛ぶ絶景で、ここはまた紅葉時期にぜひ行きたいなと思う山の一つです。紅葉登山におすすめの関東の山3つ目は、群馬県と長野県にまたがる百名山、浅間山周辺です。周辺といったのは、浅間山自体は現在も噴火警戒レベル2なので登ることができず、その近くの稜線を歩いて楽しむという感じだからです。紅葉の見頃は10月上旬から中旬にかけてです。ゴツゴツした溶岩地形や黒っぽい山肌がかっこいいんですが、そこに鮮やかな黄色がトッピングされて、もう絶景すぎました。私は高峰高原ビジターセンターを出発して、東美の頭を経由して、火山間の方に降りて、J バンドを登り、蛇骨岳を通過するという、ぐるっと一周するようなルートで歩いたんですが、絶景スポットだらけでめちゃくちゃおすすめです。浅間山はぜひ紅葉のピークを貪欲に狙ってほしいなと、あの一面の黄色は圧巻だったなと、そう思う場所です。このルートは展望のスケールが大きくて、標高の高い場所からは八ヶ岳や北アルプスまで見えます。紅葉登山におすすめの関東の山4つ目は、栃木県にある百名山男体山です。紅葉の見頃は10月上旬から下旬にかけてです。登山口と山頂の標高差が1200メートル以上あって、そこを一気に登るので、緑から赤黄色へと移り変わる紅葉の層を縦に歩けるのが男体山の特徴です。急登続きで結構大変だと思いますが、その分達成感があるし、山頂近くの紅葉はご褒美感があります。個人的に一押しの景色がこの中禅寺湖と紅葉のコラボです。山頂の手前に中禅寺湖が綺麗に見えるゾーンがあるんですが、眺めが良すぎて振り返ってばっかりで全然前に進めませんでした。秋は空気が澄んでる日も多くて、紅葉の山並みが重なる景色は本当に素晴らしいです。
以上、紅葉登山におすすめな日帰りで登れる山4選関東編でした。秋の登山は朝晩結構冷えるので、フリースとかダウンとかしっかり準備してお出かけください。一つ前の動画で東北編を出しているので、もし興味があれば合わせて見てもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。